丁寧な暮らしは諦めました。ズボラなりにこの古い家と向き合う20分。今日は豆腐を煙でいぶします。土壁と私。こんにちは、土壁です。神戸と兵庫の田舎を行き来しながら、築140年の古民家を少しずつ直したり、畑や庭いじりなど田舎暮らしを満喫しています。築140年の古い家での暮らしは不便なことも多いですが、朝のこの時間はとても気に入っています。まずはしっかり朝ごはん。今日は10分で作れる手抜きのハンバーガーです。ボウルでこねるのは手間なので、ひき肉をそのままバンズに。炒めは大胆ですが、手も汚れないし、洗い物も減らせちゃう。パンに生肉を塗りたくるのは衛生的にどうなのか。今のところお腹壊したり食中毒にはなっていませんが、あまりおすすめできないかも。ソースはモスバーガー風にしました。刻んだ玉ねぎ、トマト、ソース、ケチャップ、マヨネーズなんかでできちゃいます。腹ごしらえした後はドッグランの作業。一時期枯れそうになっていたクラピアも暖かくなり、元気にすくすく育っています。植えた時よりも一回り大きくなった感じ。よしよし順調。ドッグランの完成は8月頃になりそうです。前回購入して意外と良かったテムのライト。安さに味を占めて追加購入しちゃいました。軒先にたくさん吊るしてお祭り会場っぽくしてみます。なかなかいい感じ。クラウドファンディングサイト幕開けで2500台が数十分で完売。ハンディタイプのケルシャー。広範囲の清掃はちょっと難しいかな。長靴の泥落としには最高でした。土壁と私。トマトを逆さまに植えると収穫量が増えるらしい。そんな動画を見たので真似してみることに。葉っぱが傷つかないようにラップで保護してからペットボトルへ逆さまに植えます。ペットボトルの口の部分から葉っぱを出したいけど、難易度が高すぎて不器用にはハードルが高い。
本当に育つのか半信半疑ですが挑戦してみましょう。水をあげやすいように玄関前の物干しに吊るしておきます。なんかもう失敗の予感しかしません。抜けただけ。ちょうどいいぐらいじゃん。あ、でも折れちゃった。やばい。また生えてくるかそれ土にする？いや、そのままいく？あ、水がいかないんだ。やっぱり失敗の予感しかしません。大丈夫かな。まあ、いっか。そして1ヶ月後の逆さまトマトはというと、一応育っています。でもなんか想像と違う。下向きに生えていくのかと思いきや、君は上にぐいっと伸びていくのね。引き続き成長を見守りたいと思います。田植えのシーズンなのに不安定なお天気が続き、豪雨になったかと思えば狐の嫁入り、カンカン照りの太陽。年々日本の気候が壊れていくような気がして不安。大雨だと外作業ができないのでしばらく休憩。雨が小降りになるのを待って作業を再開します。もう5月ですが、夜は冷え込む田舎のお家。まだまだこたつを片付けられない。雨が弱まってきたタイミングを見計らって軽トラへ。たまりにたまった雑草や伐採木を山に捨てに来ました。不法投棄ではありません。集落の住民が捨てることができる場所なんです。雑草や伐採木、収穫後の植物ゴミなどなど、時間をかけて山の肥やしになっていきます。土壁と私。3月に植えたじゃがいもがわっさわさになりました。種芋を丸ごとそのまま植えたので茎もたくさん。2本か3本残して芽かきをしないと小さな芋しかできない。ご近所の野菜名人から教えてもらいました。じゃがいもの芽かきは収穫時のサイズと数をコントロールするための重要な工程なんだって。植いた茎にすでにお芋の赤ちゃんができていました。もっと早い時期に芽かきをしなければならなかったみたい。植いた茎はもったいないので別の畑に移植してみました。小さくてもいいからお芋ができるといいな。また雨が降ってきたので今日の作業はこれにて終了。はいはい、サニー入れたし。
福ちゃんへのお土産は畑で収穫してきたサニーレタス。彼の口には合わないようです。雨で作業ができないので前々から作ってみたかった豆腐の燻製に挑戦してみることに。木綿豆腐を水抜きしていきます。豆腐が潰れないようにそっとキッチンペーパーで包み、重しを乗せて半日ほど。半分ほどの厚さになるのが目安だそうですが、水分量は好みで調整って感じ。この不安定な状態でしばし。はい。せっかく燻製するので豆腐以外もいろいろやりたい。粉玉をたくさん作ろう。味付け用のサニュール液はニンニクたまり漬けの液を使ってみます。よく味が染み込むように冷蔵庫で一晩寝かせました。半日後の豆腐はこの通り、ぺったんこ。さらに半日、日陰で干して乾燥させます。準備は整った。あとはいぶすのみ。今回は燻製する量が多いので、いつもの鍋の他に簡易的な段ボール燻製機を手作りしてみます。ただ切って網を差し込むだけの超簡単な工作。網は100円ショップで買ってきたもの。今回は2段式にしましたが、網を使わず吊るしたりするのもありです。チップは桜、多めに使うのが好きです。固形燃料3個も使っちゃってるけど1個で十分でした。火力が強い、火が近いとすごい勢いでチップが焦げていきますので注意。ちなみにここに写っているアイテムはすべて100円ショップで揃います。失敗を予感してる顔しちゃってますが大丈夫かな。下の段に食材を入れるために上の網は外しました。
燻製の常連ベーコンをはじめ、イカ、たくあん。たくあんはいぶりがっこにしてクリームチーズと食べたい。チーズは網にのせると溶けてカオスになるので皿にのせて。酸欠にならないように空気穴を開けてみました。豆腐の燻製は本日のメインなので、燻製鍋でじっくりといぶしていきます。ニンニク汁につけておいた卵はうまくいぶせるかな。燻製が出来上がるまで縁側ビールタイムでまったりと。燻製が出来上がるまでの時間、缶ビール3本分。豆腐の燻製は大成功。スモークチーズのような風味になりました。いぶりがっこクリームチーズで日本酒。後日、豆腐の燻製のサラダも作りました。ヘルシーだし美味しいから今度大量生産したい。また古民家でのタスクが増えちゃった。